アシタカ自身はですね、おひいさまからアシタカ彦というふうに呼ばれているんですけども、彦というのは古代の王子の尊称呼びかけなので、アシタカ彦こそですね、この村の将来の長となる立場、政治になって継いで村というよりは国なので、この国の王になるのが決められている人物、タタリ神に襲われた女の子たちをですね、助けるために、アシタカはですね、弓でタタリ神を退治してしまいます。最初目をバーンといて、で、その後、眉間をですね、ドンと一発いてですね、殺してしまうんですね。で、タタリ神の呪いはですね、アシタカの右腕に蛇のように巻きついてですね、で、真っ黒なあざを残すと。アシタカがですね、弓を射るシーン、最初の弓を射るシーンですね、ちゃんと湯返りしてるんですね。湯返りというのは何かというと、和弓日本風の弓っていうのは、打った瞬間にこの弦の部分がギュッと反対側に回るんですね。つまり手の内側方向にあった弓が外側方向へ反動で返る。これを湯返りといって、かなりのですね、弓の達人でないとできないですね。有段者でないとできない技なんですよ。で、これがされてるかどうかで、その矢の軌道がまっすぐであるかどうかがわかるというやつなんですけども、ちゃんとね、アシタカやってるんですね。アシタカの心の中は今何かっていうと、絶望と怒りと悲しみで真っ黒ですと。アシタカはすごい礼儀正しいから村から出て行けって言われたら、はい、わかりましたって出て行ったんだけども、なんで俺がこんな目に遭うんだと、俺は村を助けたじゃないか、女の子を助けたじゃないかという気持ちで、心の中もやりきれなさで震えるぐらい、腹立たしくて悲しくてガタガタしてると。でも、それをカヤには見せたくなかったと。自分を見送ってくれたカヤには見せたくなかったので、心配してほしくないから、カヤって言って、私もお前を思おうって言ってる時にすごいにっこり笑ってると。にっこり笑ってるんだけど、あれはわざと必死であの顔を作ってる。だから必要以上に明るい顔なんだと。本当はこの女の子と、婚約者の女の子と永遠の別れだから悲しい顔するはずなんだけども、その悲しい顔をしたらいけないと思うあまり、カヤが悲しそうな顔をしてるのに、アシタカはまるで嬉しそうな顔で笑ってしまうと。それがこのアシタカの持っている悲しみなんだと。僕らのアシタカっていうのはそんな男なんです。いい男でしょ。彼無表情だし、すごいジェントルだし、これすごい礼儀正しいので、彼の中にどんな絶望や怒りがあるのかっていうのは、あえて今回宮崎駿は書かないって言ってるんですね。その書かない理由は何かっていうと、映画を作る最中に司馬遼太郎と対談して、司馬遼太郎の言葉にすごい感銘を受けて、そうか、人間が弱音吐くのは弱虫なんだ。俺が安野のエヴァンゲリオン嫌いな理由が分かったよって。何かというと、僕はかわいそうだ、僕はかわいそうってあんなに泣き言言いやがった。本当に不幸な人間は礼儀正しくなるんだっていうのをですね、司馬遼太郎に言われて、ものすごい本当に感動したんですけども、宮崎駿は。それの影響なんですね。なので、アシタカの内面がセリフになって出てこない。いわゆるラピュタのドーラみたいに、この方が便利かもしれないね、みたいな独り言を一切言ってくれないんですね。